映像を見なくてもですね、はい、どうぞ行ってください。次行っていただいて。実は各選手の位置座標っていうんですかね。それとボールの位置の動きっていうのを地道に取っていけばですね、映像見なくても何が起こってるかっていうのは実は見えるっていうのはこれですごく見えやすいなと思ったんで、作ってみたんですね。本当に機械的に作るんじゃなくて、人の手で作ったみたいなトラッキングデータなんですけども、まず相手の向こう側ですね、7番のサーブ。左側には前からよく出している状態遷移図を出しています。ゲームの局面がどこにあるのかっていうことですよね。サッカーで言ったら4局面って言われるやつが、バレーの場合はだいたいこれで局面かけちゃうよねって説明してきたと思うんですけど、今どこの局面だっていうのが分かるようになってまして、で、7番のサーブがいきますね。次ですね。向こう側、スライドの上側がブラジルで、下側がイタリアということになります。次行っていただいて、サーブを打ちます。で、それがショートサーブで、前衛ミドルの7番に取らせるようなショートサーブになっていて、それを一応レセプション返すんですけれども、次行っていただいて、それが自分がブロードに、スロット C に回り込みたいんだけども、セッターがそこの助走路にちょうど被ってくるようなところにレセプションにしてしまって、助走路が取れなくなってしまうという、そういう状況になるわけですね。ですから7番の選手がスロット C から打ちたいんだけども、結局打てなくなるわけです。はい。で、残りのアタッカーは16番前衛レフトと、オポジット11番がバックアタックに入るっていう、この3人ですので、結局7番のブロードが潰されてしまいますと、16番と11番の2人がアタッカーはいなくなるということになりまして、ここでですね、ブロッカー、ブラジルのブロッカーですね。ですから、スライドの上側ですね、3番、9番、13番のブロッカーが、この時点で、自コートのライト側に寄ってるのがわかると思います。これ何してるかっていうと、実はデリケートシフトをしてるんですよね。はい。これは前回言いませんでしたけども、実はデリケートシフトも2008年から採用するようになってきてるんです。それと連動したこのサーブ戦術でして、次行ってもらって。つまりはこの状況ですと、今言った、もう説明しましたね。16が入ってくるんですけれども、7番はスロート C から入るのがこれができなくなってしまって、で、次ですね。そうすると、セッターから、イタリアから見たらですね、レフト側の、だいたい6メートルぐらいの範囲のスロットの中にアタッカーは2人しかいなくて、ブラジルは3人のブロッカーがいるっていう数的優位な状態が作られてしまってるわけです。ですので、16番、11番どっちに上がってもですね、ブラジルとしてはもう待ってましたと万全なリードブロックで対応できると、そういうようなことがこれで見て取れるかなと思いますんで、1本目の時、次ですね。1本目のシーンでは16番に上がるんですけども、そうすると9番、13番が万全の2枚ブロックを揃えて、そのプレッシャーに負けて、次、16番はマーカー外に打ってしまってアウトになるわけですよね。で、続いてのシーンは、7対10の場面で、もうほとんど一緒です。やってること。同じようにサーブを打ちまして、7番が打つ場所もほとんど一緒で、前衛の7番ミドルに取らせて、で、結局7番ミドルが、次ですね。またブロードに入るんだけども、そのブロードの助走路がセッターが被ってきてしまって邪魔されてうまく入れなくなる。ですね。ということでまた16番と11番しかなくなるっていうところでデリケートでこっちにブロッカー3人が寄ってくるわけですよね。で、また数的優位な状態が作られてしまう。次ですね。はい。ということで今度は11番のバックアタック、スロット1からのセカンドテンポのバックアタックパイプ攻撃に上がるんだけども、そうするともう待ってましたで、次ですね。
3枚ブロックが揃っちゃうということで、見事に次、シャッターと食らうと。そういうようなラリーになってたわけですよね。はい。こう見てもらうとですね、何が起きててどうして3枚ブロックが揃ったのかっていうのはすごく見えやすいんじゃないかなっていうふうに思いますし、ブラジルがどうやって相手のイタリアをこう追い込んでいってるかっていうのがサーブからだんだんこう、なんていうのか、詰将棋のようにというか、なんというか、もう順番を追って追い込んでいってるっていうのがこう見えてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。これがトラッキングデータの、魅力というか、なんというか、どう言ったらいいんでしょう、三村さん。魅力というか、チーム全体を見ないと追い込んでる様が見えてこない。そうですね。選手の動いてるこの座標が全部見えてると、何を意図してて、どういう風になって、どういう風になったからこういう結果になるっていうのが見えやすいよねっていう、これがトラッキングデータというものになります。こういうデータがあれば非常にありがたいんで、これ見てもらったら映像いらないっていうのは分かってもらえたかと思うんですけどね。で、ところがちょっと次行ってもらって、実際問題バレーの、今のね、バレー界であるデータっていうのは、実際にはデータバレーだとかバレーステーションとか、そういうものでアナリストが取ってるデータなわけですよね。うん。それでこの同じシーンを記録したらどうなるかっていうのをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、そうするとですね、同じシーンです。7対8、まず1個目。最初は、このデータバレーとかで言うと、相手のブラジル側が S1 のラインナップですよと。で、イタリアは S2 のラインナップですよっていうことは多分わかるっていう形になって、セッターがここにいるってわかる。で、次に7番がサーブを打ちます。そのボールがセッターに帰りますっていうのはわかります。はい。で、その次ですね。セッターからセットが上がるわけですけど、前衛レフトの16番にセカンドで上がるんだけれども、7番の選手はブロードに入りますよっていう、そういうことはデータバレーでも記録が出るようにはなってるんだけど、おとりとしてですね。うん。でも、実際にはこういう形でしか見えてなくて、何より大事なのは、相手のブロッカー、さっきね、3人、13番、9番、3番がどこにいてっていうのが、記録があったと思いますけど、それ全く見えてこないんですよね。で、最終的に次、16番が打ちますって、この時点になって初めて9番、13番の2枚ブロッカーがここに揃ってるっていうのは出てくるという形になるので、9番、13番で2枚ブロックが揃ったから16番がそのプレッシャーに負けてアウトを打っちゃったと、アンテナに打っちゃったっていうのはわかるんだけど、なんでこの9番、13番が綺麗に揃ってるのかっていうのは、実は今のデータからは実は見えてこない。さらに、もう一個言ってもらって、同じ7対10の場面でさーっと流してもらって、はい、一緒です。7番がサーブ打って7番が取ります。で、それがセッターに帰ります。で、セッターから次に11番のバックアタックに上がります。で、7番はおとりでやるっていうことは記録としては出るんだけど、この時点でブロッカーがどこにいるのか見えません。データ上は消えてます。消えてるというか記録されていません。はい。で、最終的に11番が打つ。はい。そうすると3人ブロックが揃ってて、ブロックシャットを食らいますっていうのはわかるんだけども、結局、じゃあなんでこの3人揃ったの ?3 枚ブロック揃っちゃったのっていうのは、見えてこないよねっていう話になっちゃうわけなんですよね。はい。ということで、データバレーとかバレーステーションの記録で、取れてるものっていうと、実はこれだけしか取れてないんですよ。はい。トラッキングデータとは随分違うっていうのが見ていただけるかなと思うんです。これだけでもデータ取るってアナリストにとってはすごい大変な作業してるのを皆さんご存知ですよね。なんだけれども、じゃあそれを紐解いていってみたら、この結果になってしまったのはなんでかっていうふうなのがすぐにはわからんということになってるということなんですけれども、